死にたい気持ちで頭がいっぱいの方は、特に有名な方が亡くなったりすると、私ももういいやっていう気持ちになったりとかね、あるいは私が代わりに死にたかったのにとかね、死にたいっていうことはですね、言い換えると、もうこれ以上を感じていたくないっていうことに変換できるんです。こんにちは。心理療法、それから音楽療法家の橋本翔太です。三浦春馬さんがお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈りいたします。でね、そこに関連してなんですけど、ちょっと私ニュースで、インターネットのニュースで見たんですが、とある YouTuber が、自殺してしまうっていうのは自己満足だっていうことをね、言っていたっていうことで、ちょっとね、私今日動画を撮りました。死にたい、もう消えてしまいたいって苦しい方への動画は何本か撮っていますので、そちらもぜひね、ご覧になっていただきたいんですけども、まず本当一番最初に言いたいのは、死にたい、苦しいって思って本当にそれを実行してしまうくらい追い詰められている状態の人はですね、もうとっくにその前からその随分前から、何年も前から、もうね、家族のためには迷惑かけられないから頑張って生きようとか、仕事で迷惑をかけちゃうとか、友達を悲しませるとか、あともう家族を悲しませるし、家族に迷惑がかかるからって言って、そうやって一生懸命自分を保ってきた人なんです、すでに。だからある日突然自殺してしまう、ある日突然死んでしまって、それがね、わがままで、そんなの自己満足だ、残された家族はどうするんだっていう人がいるんですけど、そうじゃなくて、その前からずっと苦しいんだけど、家族のために、残された人のために死ぬわけにはいかないって言って頑張ってきてるんです、その人は。でももう本当に本当に本当にどうにもできなくなって、いくら家族のことを思っても、周りに迷惑をかけるってことを思っても、それでももう自分の苦しみをコントロールできなくて、死にたいって気持ちに取りつかれてしまった人が最後に自ら命を絶つっていうことをするのであって、自ら命を絶ってしまう人が家族のことを考えてないとか、周りのことを考えてないとか、わがままだとか自己満足だとか、そういうことは絶対にありません。それは本当に私皆さんに知ってほしいと思います。その前に十分苦しんでるんです。パッと出て死のうと思ってすぐに死ぬ人なんていないんですよ。それでも頑張って生きよう、なんとか乗り越えよう、家族がいる、子供がいる、親がいる、そうやって一生懸命自分をなんとか保ってきてる人たちなんです。そもそもね、死にたいと思って苦しんだり自殺を考えてしまうくらい追い詰めてしまう人っていうのは、真面目でいい人で一生懸命生きてる人が多いんですよ。ですからそういう人たちが自己満足で死んでるなんていうことは本当に言ってほしくない。実際に今それでも苦しみながら一生懸命ね、なんとか踏ん張って生きてる人のその傷口に塩を塗り込むような行為なので、私はそれは許せないです。でね、他の動画でもお話ししてるんですが、自殺をしてしまう状態、死にたい気持ちに取りつかれているっていうのは、脳機能に不具合が起きてます。つまり正常な脳の状態じゃないんです。ね、それはストレスとか、幼少期の育ちのこととか、あるいは現在の会社のこととか仕事のこととか、自分の性格のこととか、いろんな要因、環境とかいろんな要因が集まってるんですけど、起きてることはまず一つとして脳機能が正常じゃないんです。生き物っていうのは生きるようにプログラミングされてます。ところがそれが死にたいっていう気持ちが湧いてきてしまう、そこに取りつかれてしまうってことは、脳の機能が正常じゃないんです。つまりこれは死にたい気持ち、自殺してしまいたい気持ちっていうのは、心の問題とか弱さとかじゃなくて、まずね、肉体面の問題なんですよ。脳の病気だと思ってください。だからうつとかね、心の病気っていうのは
ある意味脳の病気で、つまり死に至る、最終的には自殺っていう自ら死を選ぶことになってしまうんですが、そっちに突き動かされてしまうような脳の病気だっていうふうにまずは捉えてもらいたいんですね。ですから例えばね、これがね、他の病気、例えば他の難病だったりとかがんだったりとか、そこで一生懸命闘病して頑張ってらっしゃる方いますよね。でその方が亡くなってしまった時に、がんとか他の難病とかで亡くなってしまった時に、その人に対して家族を置いて死ぬなんて自己満足だよって言うんですかってことなんです。誰も好きでがんになったわけじゃないし、誰も好きでがんで死ぬわけじゃないですよね。なのにそれでがんで死んでしまった人に対して家族を残して死ぬなんて自分勝手だ、そんなの自己満足だって言うんでしょうか。誰も言わないですよね。ところが自殺に関してはみんなそう言うんですよ。だからそこがそもそも認識が間違っていて、先ほども言いましたけども、脳の問題が起きてるんです。まず第一にね。でその脳の問題を解決していくには投薬が必要な場合もあるし、栄養素ね、食事と栄養素によって改善されていく場合もあるし、心理療法、カウンセリングなんかによって改善されていく場合もあります。とにかくでも脳の状態、認知の状態、とにかく脳のコンディションに問題が起きていて、それは本人が弱いとか、それで死んでしまったからだから本人が自己満足だっていうふうに考えないでください。ある意味がんとか他の難病とかと同じ場所にこの孤高の病っていうのもあってね。だから孤高の病で自ら命を絶ってしまうっていうことが自己満足なんていうふうには私は絶対に言ってほしくないんです。それは他の病気、難病、他のがんなどの病気で死んだ人に対して家族を置いて死ぬなんて、勝手にがんになって死ぬなんて自己満足だって言ってるのと同じことですよ。誰もそれ言わないですよね。だから自ら死を選んでしまった人も同じことで、そもそも家族のことを思いやったり、仕事のことを思いやったり、世間のことを思いやったり、自分の責任をすごく感じて、それを全うするために頑張って苦しいけども乗り越えてきて、その結果どうしてもダメだった、脳のね機能がなかなか回復しなかったっていう方たちが死を選んでしまう場合があります。そして今実際にその場所ですごく苦しんでいる人がいるんです。でそれはなった人にしかわからないと思います。ですから分かってくださいとは私も言いません。分かってくださいとは言わないから、余計なことを言わないでほしいです。少なくともその自殺を選んでしまった人とか、今死にたくて苦しんでいる人に対して憶測でね、自分の経験がないのに分かったような口で言わないでほしいんです。それは切実に伝えたいことです、私がね。で今日ね、今この場所で死にたい、苦しいって思っている人に対して一つヒントをお伝えしたいと思います。死にたいっていうことはですね、言い換えるともうこれ以上を感じていたくないっていうことに変換できるんです。つまり悲しみとか絶望とか苦しみとか、そしてこの人生を生きていく上できっとまた感じるであろう不安とか恐怖とか、そういう感じたくないものをこれ以上感じたくない、だから死んでしまって全てシャットアウトしてしまいたいっていうのが死にたいっていう気持ちを言い換えた時の状態なんです。なので今ね、もしもね皆さんがね死にたい、自殺してしまいたいっていう気持ちがあるのであれば、それを言い換えてみてください。私はもうこれ以上この苦しみを感じたくない、私はもうこれ以上この悲しみを感じたくない、私はもうこの絶望を感じていられない、耐えられないなんていうふうに、死にたいっていう気持ちをもう私はこれ以上感じたくないんだっていう言葉に言い換えてみてください。そして余力がある方は、じゃあ一体具体的に何を感じたくないのか、何をもうこれ以上
この人生において感じ続けたくないのかっていうことまで考えてみてください。そうするときっと具体的にこのプレッシャーから起こる苦しみとか、大切な人を失った喪失感とか、あともうそのね、生きていくっていうことだけでもうその自分の無価値観を感じてしまって、それが耐えられないとかね、こう見えてくると思うんですよ。でもちろんね、その見えてきたらそこの対処をしていくのがベターなんですが、少なくともそうやって具体的に分かるだけで、その死にたいっていう気持ちに取りつかれている。だからある意味本当取りつかれちゃってるんですけど、その取りつかれた状態からふっと客観視できるようになります。ふっとそこから抜け出すことができます。なので今死にたい、自殺したいと思っている方はですね、一体自分は何を感じたくないんだろう、死んでまでして何を感じないようにしたいんだろうっていうふうに自分に質問を投げかけてみてください。今ね、死にたい気持ちで頭がいっぱいの方は、特に有名な方が亡くなったりすると、私ももういいやっていう気持ちになったりとかね、あるいは私が代わりに死にたかったのにとかね、思うんですよ。ニュース見ててもね、事故とか殺人事件があったりすると、なんで私じゃないんだろう、なんで私が事故に遭わなかったんだろう、なんで私が殺されなかったんだろう、殺してくれればいいのにって考えちゃうんですよね。だから今回もマスコミがいろいろ騒いでいるので、それにね影響を受けて死にたい気持ち、自殺してしまいたい気持ちが強くなっている方がいると思うんです。なのでぜひね、言葉を変えてみてください。死にたいっていうのは何かを感じたくない、この自分の感情、苦しみを感じたくないっていうふうに言い換えることができます。そして他の動画もぜひねご覧になってみてください。もう一つ最後に伝えたいのは、必ずその死にたい気持ちからいつか抜け出る日が来ます。必ず良くなります。必ずその死にたい苦しい気持ちから抜け出す日が来ますのでね、それを信じてください。今日は以上になります。橋本翔太でした。